年間1000展示以上のアート巡りを紹介しながら、アーティストのユニークな視点や私やあなたの自分なりの視点についても考えるチャンネルです。今回は少数民族をかっこよく撮影する吉田凪さんの展覧会をはじめ、お風呂屋さんだったギャラリーやパン屋さんにも面白いアートがありました。チャンネル登録お願いします。久々に上野にやってきました。寒い。5時までだけど今4時10分です。着きました。間違えた、こっちでした。幼少期から黒人になりたいと憧れを持っていたという吉田凪さんは、少数民族や先住民族をヒーローみたいにかっこよく捉えるんですよね。コロンブスとかって新大陸を発見したヒーローみたいに習った気がするんですけど、実際のところ略奪だったり奴隷化だったりがそこで起きていて、今ではコロンブスは非難される対象になってたりとかして、あるいはこのグローバル化だったりネット社会でもう世界中の情報が得られるこの時代において、もう世界がどんどん均一化されてきてるような感じがする。そんな中でこういう独自の文化を保っている少数民族、先住民族ってめちゃくちゃ貴重な感じがしますよね。ここでたくさんの少数民族が紹介されている中で、この動画では私の独断と偏見でかっこよすぎる少数民族7選、これを選んでみました。まずは第7位から。少数民族、先住民族で私がまず思いつくのはインディアンですね。このカヤポという民族はそのイメージに近い感じかな。羽を顔の周りに広げてる感じ。カヤポはアマゾンにいるらしいです。よく見ると髪の毛の真ん中を剃ってる侍みたいな。体にもペイントを施しててかっこいいですね。女性もいるのかな、ビジュアル系みたいな。日本にも少数民族がいますよね。アイヌが6位です。でちょっとアイヌの映画とか見てみようかなって思いました。北海道のイメージあるんですけど、もともとは日本列島にいた縄文人が北海道で独自に発展した民族がアイヌ。日本列島は中国、朝鮮から来た弥生人が広がっていったと。でもちろん吉田凪さんの撮り方もあるんですけど、この黒とベージュを基調とした感じかっこいいですよね。はい、第5位はスリという民族。世界一おしゃれな少数民族、エチオピアです。草花で自らを着飾っててとても素敵ですよね。ファッションモデル顔負けのポージングするらしいんですけど、子供たちはやたらにおならを連発してたらしいです。黒ギャル雑誌のエッグ、あれをこの民族に見せたら可愛いと言って気に入ってたんで、そのままそのエッグ雑誌を置いてきたなんてエピソードもありました。そういうこの現地のほっこりエピソードみたいなのも民族ごとに紹介されててとても面白いです。記念撮影できる場所もありました。ほんとおしゃれだな。かっこよすぎる少数民族第4位はアファール。現地の人も知らない村に住むっていうエチオピアへ吉田凪さんが10回行っても会えなかった、そんな貴重な民族。アフロとこの白い衣装がかっこいいですよねこれ。そしてスタイルいいな。はい、第3位はカラムという民族。パプアニューギニア。男性は150センチほどと小柄な民族らしく、でこの緑の大きな帽子、これなんと日本でいうカナブンみたいな昆虫の頭でできてるらしいです。めちゃくちゃ集めたってことだよね。怖っ。さあ骸骨かショッカーか。第2位はオモマサライという民族。本当にこんな人たちがいるって世界って面白いですね。なんか悪霊と戦うために自らもゴースト化してるっていうことらしいです。なるほど。さあそしてかっこよすぎる少数民族第1位はアサロです。パプアニューギニア。これね、7キロもある土でできた大きなお面をかぶってる。1963年に初めて街に出た時にこの格好で出てきちゃったらしいんですよ。こ
かなり怖いですね。弓を使うんですね。なんか世界各地で、日本もそうだし弓が生まれてるって興味深くないですか？結局人間似たことを考えるんですよね。他にもたくさんの民族が紹介されてました。いやー面白かったな、久々でした。ドラァグクイーンの写真展も同時に開催されてましたよ。いやー面白いだけじゃなくていろいろ考えさせられますね。さて次の目的地ギャラリーへ行く途中の道にもアートがたくさんありました。吉田凪展良かったです。民族の誇りみたいなのを吉田凪さんの行為あるいは写真によってより高まるというか、すごい素敵な取り組みだなと思うし、日本人がもし撮られるならどういう感じになるかなと、相撲レスラーなのか侍なのか、女性の着物ももちろん撮るんでしょうね。写真作品はもちろんだけど、コメントがついてるんだけど、そのちょっとした先住民族とのエピソードがなんかほっこりするような内容で面白かったです。リハックという YouTube のチャンネルに吉田凪さん出てまして、つい最近ちょうど出てて、インタビューというか受けてたんですが、子供の頃から普通っていうことはできなくて、ちょっと周りの子供と違う感じに見られてたと。さかなクンとかも思い出すけど、その好きっていうのを突き詰めていくとこうなってくんだなという、マツコの知らない世界とかあれに出てるような人みたいな感じで、むしろ人と違うことが価値になる。好きを突き詰めるとそういうことがあるなと改めて思いました。さてスカイザバスハウス着きました。元銭湯の建物です。韓国のアーティストデュオによる展覧会でした。なんか SF っぽい感じ。さあ日暮里駅から
ちょっとまだ今日は時間の都合で2点しか見られてないんで、京橋に行ってそこでいくつかアート巡りします。すごく楽しみにしてたやつもあるので楽しみです。戸田ビルディング到着。ここ一箇所でいくつもギャラリーあるんで楽しいです。さあ、ここに4つのギャラリーがあります。まずは小山富雄ギャラリー。こちらの作家さんは最初に描いた絵をそのまま塗りつぶしちゃって、でその上からさらに別の絵を描いてるっていう、そんな作品です。なんか独特の光沢も面白いですよね。時間や記憶の重なりなのか、物語の深みなのか、なんか絵本を見てるような、そんな感じもしました。次は豊か菊竹ギャラリー。この森さんの作品は以前も京都とか他でも見ましたね。この自然と人間の、あるいは内と外の境界が曖昧な感じ、面白いです。なんか白黒はっきりするっていうのが大事な時もあるんですけど、中庸というか曖昧さが何かを生み出したり、曖昧さによって保たれてることがあるよなとか思ったり。そしてこちらは工作兼近、グループ展やってました。7人の作家さんそれぞれのこの個性みたいなものが立ち上がってて、ただ多分テーマは統一されてないような、共通点はあまり見出せないような気が私はしたんですけど、でもなんとなくこうしてるような、そんな感じがして面白かったです。国際芸術祭愛知2025でも見た沖純子さんの作品もありました。さて、高石井ギャラリー。こちら実は先月も来たんですけど、その日たまたまレセプションパーティーをやられていて、人が多くてあんまりちゃんと見れなかったんで、また来てみました。この色をすごく躍動的な筆致でこう重ねてる感じ、感情が出てるのかな、かっこいいですね。で、奥にあるサウンドインスタレーション、これは打って変わってシンプルだなと思ったんですけど、でもこれは色じゃなくて今度は声を重ねていってる、そんな感じがして、色を重ねた絵画と、そして声を重ねたこのサウンドインスタレーションっていう感じでこうしてる。でそう考えると、さっきの絵画、色を重ねた絵画もなんか音が聞こえてくるような、
音を重ねてるような、そんな風にも思えてきました。はい、2つの展覧会は前回も先月か見たやつでしたが、改めて良かったですね。さて、こちらはパン屋さんがギャラリーになってます。誰かが決めた一本道のルール、それ以外の道を探してもいいよねみたいなことを思ったり、あるいは人生は一方通行ではあるけれど一本道じゃなくてもいいよねみたいなことを私が思いついたのか、誰かが言ってたのか、そんなことを思ったり、物事のヒントって道端に転がってんだよみたいな、そんな感じがする田村拓郎さんの個展、いつも面白いです。道路がアートになっちゃうんだもんな、すごい。2月7日からはモネだそうです。はい、東京駅の大丸、ここのギャラリー行ってみます。10階です。初日かな。レセプションやってるわ。作家さんや関係者いっぱいだ。サクッと見ていきます。お隣ではグループ展やってました。今回のアート巡りいかがでしたか？吉田凪さんの面白かったですね。DNA 鑑定をしてアジア系何%とかなんかそういう風に自分のルーツをたどるサービスみたいなのが確かあるんですけど、そんなのやってみたくなっちゃいました。他のアート巡りの動画もぜひチェックしてみてください。この動画が面白かったっていう方はぜひ高評価ボタン、そしてまた次も一緒にアート巡りできるようチャンネル登録もお願いします。それではまた。